さんこんにちは。ホップスコッチウイスキーチャンネルへようこそ。スコットランドウイスキースクール認定試験に合格後、スコッチウイスキー博物館で英語のガイドとして働いてきた経験をもとに、このチャンネルではウイスキーの魅力とスコットランドの素晴らしさをたっぷり紹介していきます。この動画では蒸留所ツアーやウイスキーにまつわる豆知識も紹介していくので、ウイスキー初心者の方から上級者の方まで楽しんでいただける内容をたっぷりご用意していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんはスコットランドのウイスキー生産地域はいくつあるかご存知ですか？スコットランドには6つの主要な生産地域があり、それぞれ独自の風味や特徴があります。まずはじめにご紹介するのがエジンバラやグラスゴーといった都市を含むローランドという地域です。今回ご紹介するホリールード蒸留所もローランドに位置しています。ローランドのウイスキーは一般的に軽やかでフルーティーな味わいが特徴です。代表的な蒸留所にはホリールード蒸留所やグレンキンチーがあります。ハイランドは広大な地域で多様な風味のウイスキーが作られています。ピーティーでスモーキーな傾向のものからフルーティーで軽やかなものまで様々です。グレンモーレンジーやオーバン蒸留所などが有名です。スペイサイドはスコットランド最大のウイスキー生産地域で、蒸留所の数も最も多い地域です。スペイサイドのウイスキーはリンゴや梨のような果物の香りや蜂蜜やバニラのような甘い風味が感じられます。代表的な蒸留所にはグレンフィディック・マッカランなどがあります。かつてはスコットランドのウイスキー産業の中心地だったキャンベルタウン。現在は少数の蒸留所が残るのみですが、独特な風味のウイスキーを作り続けています。塩っぽさとオイリーさが特徴で、代表的な蒸留所にはスプリングバンクやグレンスコシアがあります。アイランズ地域はアイラ島を除くスコットランドの島々のウイスキーを指します。ここでは多様な風味のウイスキーが作られており、スモーキーなものからフルーティーなものまで様々です。代表的な蒸留所にはハイランドパークやタリスカ蒸留所などがあります。アイラ島はスモーキーでピーティーなウイスキーとして知られています。強いピートの香りと海からの塩気が特徴で、アイラのウイスキーを飲むと一瞬でその土地の風景が浮かんでくるようです。代表的な蒸留所にはラフロイグ、ボウモア、ハードベック蒸留所などがあります。さて、今回の動画では100年ぶりにエジンバラに誕生したホリールード蒸留所を紹介します。蒸留所ツアーでは蒸留の工程や5月にリリースされたばかりのピーテッドウイスキー、数々の賞を受賞したジンの試飲が同時に楽しめます。エジンバラの新たな名所、ホリールード蒸留所の魅力をぜひご覧ください。この建物は1835年に建てられたエジンバラダルキース鉄道の施設の一部でした。この場所はかつてビール作りやウイスキー作りが盛んなチャームドサークル、幸運の土地として知られており、水質が非常に良い地域です。この建物は1968年に鉄道施設としての役割を終え、1980年代にはカフェとして利用されていましたが、2015年に閉鎖されました。その後、ホリールード蒸留所として再び息を吹き返し、2019年公式にオープンしました。この蒸留所はモルトや酵母の組み合わせなど様々な実験を行い、伝統と革新を融合させたウイスキー作りで注目を浴びています。それでは早速ツアーを始めましょう。ツアーでまず目に留まるのがホリールード蒸留所の煙突のように高い蒸留機ポットスチルです。実はこのスチルはスコットランドで一番背が高く7メートルもあります。
トスチルの見学が終わると、次はジンを製造・試飲する部屋に移動します。ジンの試飲ルームに足を踏み入れると、香り豊かなハーブやボタニカルの香りが漂い、気分が一気に盛り上がります。この部屋で皆さんを待っているのがジンの蒸留機ジーニー・ディーンズです。この名前は通りの向かいに住んでいたスコットランドの偉大な詩人ウォルター・スコットの小説ミッドロジアンの心臓に登場するキャラクタージーニー・ディーンズにちなんで名付けられました。歴史と文学が交錯するこの場所でジンがどのように作られているかを知ることができるのは本当に魅力的です。さて、お待ちかねの試飲タイムです。ホリールード蒸留所のジンは数々の賞を受賞しており、その味わいは格別です。試飲用のグラスを手に取るとボタニカルの香りが広がります。一口含むと爽やかな風味が口いっぱいに広がります。ツアーで試飲したこのジンはハイト・オブ・アローズというジンで、ボトルのデザインがリニューアルされ5月10日に発売開始されたばかりです。ジンの特徴は材料がジュニパー、アイラ島の海塩、エジンバラハニー社の蜜蝋の3種類と限定されていながら、豊かなテクスチャーを生み出し、滑らかでかつ深い風味を引き出しています。新しいボトルはエジンバラにある有名な丘アーサーズシートからインスピレーションを受けデザインされています。ボトルの形はアーサーズシートの山頂を思わせるように斜めになっていて、ボトルの色に緑が採用されたのもアーサーズシートの丘に生えている強い植物をイメージしているそうです。飲み終わった後、インテリアとして置いておくのもおしゃれです。ジンの試飲が終わると、次はウイスキー作りの見学です。ウイスキーに欠かせないのが麦芽です。ホリールード蒸留所では発酵、蒸留、熟成までの工程を見学できます。地元産の原材料を使用し、伝統的な製法を守りながらも、実験的に特殊モルトやこだわりの酵母などを取り入れて高品質なウイスキーを作り出しています。次に投下作業についてご紹介します。まずマッシュタン、投下層に麦芽を細かく粉砕したものを投入します。次に熱いお湯を加えて麦芽から糖分を抽出します。この過程で得られるのがウォートと呼ばれる麦汁です。ウォートには糖分がたっぷり含まれています。酵母の種類や発酵の条件によってウイスキーに異なる香りや風味が生まれるため、ホリールード蒸留所では酵母の種類にも工夫を凝らしたウイスキー作りをしています。次に発酵作業です。英語でウォッシュバックと呼ばれる発酵槽に麦汁を入れ、酵母を加えて発酵させます。酵母は麦芽から得られる糖をアルコールに変える魔法のような存在です。発酵が終わった液体をウォッシュと呼び、ウォッシュを蒸留機に移します。蒸留機が加熱されるとウォッシュが泡立ち始め、アルコールを含んだ蒸気が発生します。
この蒸気はスチルの内側の銅と接触しながらライアンアームという銅管を通り、コンデンサーで冷やされ液体に戻ります。この液体がローワインと呼ばれ、この時点でアルコール度数は約 22% から 25% になります。初回の蒸留で得られたローワインをスピリッツスチルという別の蒸留機に移します。ここで再度加熱し、さらに蒸留します。この2度目の蒸留で得られたスピリッツをスピリッツセーフという装置で処理します。スピリッツセーフにはハンドルがあり、スピリッツをヘッズ、ハーツ、テイルズの3つに分けることができます。最初のヘッズと終わりのテイルズは不純物などを含み味が落ちてしまいますので、これらは除きます。ホリールード蒸留所ではアルコール度数が 68% から 73% をハーツとして使用します。このようにして蒸留プロセスを経て風味豊かなニューメイクが完成します。さらにホリールード蒸留所では熟成前のウイスキーであるニューメイクのシーンも楽しめます。最終的にはこのハーツを最低3年以上熟成させると美味しいスコッチが出来上がるのです。このツアーの大きな魅力の一つはポットスチルがシースルー窓になっていて、実際の蒸留の様子を間近で見ることができる点です。それではシングルモルトを試飲してみましょう。まずは香りを楽しみます。焚き火の残り火のようなスモーキーな香りが最初に広がります。その後、香ばしいオレンジとレモンの皮の爽やかな香りが感じられます。さらにミントの清涼感とナッツの豊かなアロマを楽しめます。口当たりはチョコレートの深いコクが広がり、続いて蜂蜜の甘さやリンゴの皮、アプリコットなどのフルーティーな味わいが続きます。これにピリッとしたスパイスの風味がアクセントとして加わり、非常にバランスの取れた味わいが楽しめます。このエンブラはアメリカンバージンオーク、アイラ島のクォーターカスク、ファーストフィルバーボンダルと3種類の樽で熟成されています。これによりウイスキーに重層感と深みが加わっています。いかがでしたか？今日の動画ではホリールード蒸留所のジンとシングルモルトそれぞれの魅力をお伝えしてきました。このツアーの詳しい情報やリンクは動画の説明欄に記載しています。興味のある方はチェックしてみてください。次回の動画では来月8月からスコットランドの首都エジンバラで開催される世界最大のアートフェスティバルエジンバラフリンジを紹介します。おすすめのショーとウイスキーのペアリングもご紹介しますのでお楽しみに。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。